今シンガポールにいるのですが、今回シンガポールからわずか車で20分ほどで行けるマレーシアのフォレストシティという街へ行きます。フォレストシティとはマレーシアと中国が協力して開発した人工島で、物価や不動産が非常に高いシンガポールの目と鼻の先にある立地を生かし、富裕層の人々をこの島に集め大発展させる都市計画で生まれた街とされています。しかし費用のほとんどをチャイナマネーで集め、今までだけで15兆円以上の費用がつぎ込まれているそうです。では実態はどのようになっているのかというと、超巨大なタワマンやビルが無数に建設され、凄まじい規模で街が形成されているのですが、住んでいる人はほとんどおらず、ゴーストシティと言われています。投資目的でマンションはいくつか売れているのですが、コロナの影響もあり、移住した人はごくわずかで、住んでいる人のほとんどが中国人だと言われています。華やかな都市計画は悲惨な結果になり、異質な状況になっているゴーストシティ、フォレストシティを実際に見てきます。シンガポールからはセカンドリンクというジョホールバル海峡をまたぐ海峡大橋で陸路国境越えをして向かいます。それでは最後までご覧ください。それでは今説明した通りですね、これからシンガポールを出国してマレーシアのフォレストシティというね、ジョホールバルの方の街に行きます。自分は昨夜シンガポールに入ったんですけど、暑いね。湿度が全然シンガポールの方が高いですね。昨日までいたカンボジアよりね、全然暑いわ。私はこのシンガポールめっちゃ暑いっていうイメージがね、湿度が高いっていうイメージがあるんですけど、皆さんどうでしょうか。来る時期によっても違うとは思いますけど。それで今からね、シンガポールとマレーシアの国境に行きます。で、今回私が通るところはセカンドリンクなんですよ。ここにこだわってるんですよ。一般的なね、なんて言ったらいいんだろうね。シンガポールとマレーシアの、国境をね、陸路で渡る場合ね、私もバスでそこ通ったことあるんですけども、そっちのこうメインの方じゃないんですよ。ジョホールバルの街の方にこうそのままつながっていく方じゃなくて、それよりも下のこのね、ローカルな人たちが行くところがあるんですよ。そこの方が自分が今回行くフォレストシティに近いのと、あんまり多分日本人の人そこ通らないからね、そこをちょっと陸路でやってみたいなっていうのも今回のテーマの中の一つであります。で、ここからね、地下鉄3回ぐらい乗り継いで近くのところまで行って、そこからバスっていう方法もあるんですけど、ちょっともうめんどくさいし、今雨降っててそのスーツケースもあるんで、今からね、グラブでチェックポイントボーダーまで直接行って、そこから手続きしてマレーシアの方に入っていこうと思います。それでは今グラブを呼びました。だいたい30キロぐらいです。ここから30キロぐらいで30ドルぐらいなんで、3000円ぐらいかな。そう考えるとね、こんだけ物価が高いシンガポールでタクシーというか、これ配車は安いですよね。配車アプリは来ました。これですね、トヨタのノアですね。ワンボックスが来ました。ここからですね、専用のバスに乗ってイミグレーションの方に行きます。シンガポールの国境方ですね。はい、ということで今バスに乗り込みまして、私ね、シンガポールの現地通貨シンガポールドル1円も持ってないんですよ。だけどこのバスね、一応ビザタッチで乗れたんで、多分このままマレーシアまで行けると思います。一度多分降りて入国審査とかもやって、また降りて違うバス乗って橋を渡るみたいな、これが楽しいんですよね。はい、かなり時間短縮になったと思うな。地下鉄とかバスの乗り継いでくるよりダイレクトに来たんで、先がもう国境ですね。イミグレーション建物です。はい、この先イミグレーションなんで撮影できないんで一旦行ってきます。はい、ということでシンガポールの出国終わりました。シンガポールはね、自動化ゲートだったんで、もう特に何もなく、パスポートかざすだけで通過しました。この後今から、セカンドリンクですね、橋を渡ってマレーシアの方に入っていきます。
ということでセカンドリンクから初めて陸路でですねマレーシア入ることができました。特に質問とか両方なかったですね。シンガポールからもマレーシアからも何もなかったです。ただマレーシアの方で電子申請か入国カード、あれ俺飛行機空路だけかと思ってたんですけど、陸路でもやらないといけないですね。だからやらなかったんですけど、その場でやってって言われてやって、でもうそれ見せて終わりっていう感じですかね。はい、ちょっと今この辺中国人の団体の人たちがいっぱいいるんですけど、自分は路線バスかタクシーでフォレストシティという場所に向かいます。はい、それではこちらのフォレストシティ行きのバス乗ります。今のところ全て順調ですね。シンガポールの市内からセカンドリンクも無事に行けて、でイミグレ通過して橋渡って今マレーシア、入国と。でちょうどフォレストシティ行きのバスがあったんで、これもビザタッチで乗れるんで一応リンギットは持ってるんですけど、昔の余りがあるからシンガポールドルはね置いてきちゃったんで持ってきてなかったんですよね。でも1円も使わずに現金を1円も使わずになんとかここまで来れましたね。今回の動画のテーマの一つはこのセカンドリンクっていう国境を使うってこと、メジャーな方のねジョホールバル海峡、ここもそうなんですけども渋滞対策とか混むんでセカンドポイントってことで2つ目の橋をね2つ目のチェックポイントを作ったっていうところもう多分あんまりね皆さん通らないんで、多分町から町へ移動する高速バスとかああいったものはここを通らないんですよ。こっちの方が空いてて穴場だし、ちょうど今から行くフォレストシティが近いんで、こっちの方がちょっと実験的にみんなのね人柱となってやってみましたけど、全然難しくなく問題なく、しかもお金もね全部クレジットカードでできるってことが分かったんで、ぜひ参考にしていただければと思います。今回ね今から行くフォレストシティもう今昼過ぎになっちゃってますけども、そこで2日間滞在する予定です。でそこはね本当に多分皆さんが好きな感じの、テーマなんですけど、今回ね闇が深いというかすごいことになってるんですよね、いわゆるゴーストタウン系ですよ、その辺をちょっと楽しみにしておいてください。まずはこのフォレストシティのホテルに行きます。残念ながら雨なんでちょっと今日は活動できないかもしれないですね。明日1日ちょっとあるんで、そのフォレストシティを見たいと思ってるんですけども、今ねそのままイグレーションって言って直結で高速道路入りました。距離はね今から行く場所まで10キロぐらいです。そんな遠くないです。はい、それではフォレストシティのバスターミナル着きました。残念ながら雨がねちょっと悔しいですけども、ここはもう中国ですかっていうような感じですね。もうすでにお店も多少あって、これは後日ちょっとしっかり見たいと思います。すごいもう中華料理の匂いがすごい。とりあえず今日朝飯も昼飯も食ってないんで、今ちょっとバスターミナルの横にあったマレー系なのかよくわかんないけど料理屋に入りました。周りは中華レストランばっかなんですけど、ちょっとあえてこれを食べます。で今ねナシゴレンと、チャーハンですね、あとチキンを頼みました。完全に私のことチャイニーズだと思ってるんで、そうなんか中国語のメニューとか中国語で話しかけてきますけど、今日本人って言ったらすごい笑ってましたごめんねごめんねって言ってくれましたけど、はい、別に怒ってないですけどね、なんかすごい悪いことしたみたいな感じで言われましたけど、特別感想はないです。普通です。美味しいですよ、でもちょっと冷めてるのとだいぶ作り置き感があって温めてほしかったな。いただきます。思いのほかうまい。ただめちゃくちゃ辛いわ。なんでこんな辛くしたんだろう。普通の味でよかったな。今こちらのお店で昼ご飯食べたんですけど、今日からね2日間このフォレストシティ泊まるのはこの目の前に見えてるこれなんですよ。このビルというかこのホテルというかね、多分コンドミニアムなんですけど、ここに予約したんですよね。そうさっき気づきました。とりあえずチェックインしに行きましょう。多分ねホテルというよりもエアビみたいな感じです。中のアパートメントを借りるみたいな感じで、エアビで予約はしないんですけどね。
全然マレーシア人いない気がする。すごい異質な雰囲気だな。すごいな。なんかボロボロにも見えるし、こういうデザインなのか、こういうデザインでしょうね。フォレストシティっていう名前ですからね。はい、なんとかキーをゲットできました。はい、結構むずいですね。誰もいないからわからん。守衛の人に聞いてなんとかできました。よし、部屋行こう。最上階ですね。42階。エレベーターは上海三菱ですね。とりあえず入りました。何人かは多分泊まってますね。てか住んでる人も普通に多少はいるよね。それでは部屋に入りました。こんな感じ。もう完全にエアビの、スタイルですね。冷蔵庫と、洗濯機もついてます。でキッチンっていうか、水場がついてるのかな。でこんな感じ。ワンベッドで、はい、素晴らしいですね。はい、ソファーもあってエアコンもちゃんと効きます。テレビは珍しくシャープ製ですね。日本製で Wi-Fi もしっかりあるし、なんといってもね、これをちょっと見せたかったんですよ。はい、ベランダではねタバコ吸えます。でこうビーチがあって、ここまでマレーシアです。でこれが何でしたっけ、シンガポール海峡でしたっけ。そうで、奥に見えてるのがシンガポールです。なんでこの距離なんですよ。でこの海のこの海峡をさっき橋で渡ってきたんですよね。セカンドポイントっていうんですけど、でこれがフォレストシティの、中に入ってて、で下でねプールとかもあって入ってる人もいるし、一応ねこれリゾート開発された場所なんですよ。だからこの白い砂浜とかヤシの木割ってますけど、多分全部作ったやつですね。はい、こんな感じです。奥にはねこの国際港ですから、シンガポールの港はね日本の経済を支える上でも海運で絶対に寄っていろいろね荷物を下ろしたりやると思うんですけども、タンカーとかもそうかな。だから船がいっぱいいます。すごいよね、この距離で反対側シンガポール見ながら見ることができるっていうのも面白いですよね。ちなみに今回この宿というか部屋ですか、食事等は一切ついておりませんけど、1泊5000円ぐらいかな、2泊で1万円、手数料入れて1万2000円ぐらいかなになってまして、ここに泊まるのが目的ではなかったんですけど、でさっきね下のコンビニとかあったんでカップラーメンとか買いました。基本的に食べるところはそんなないですね。でトイレ、はいですね。はい、そんな感じです。シャワーあります。今回私がこちらのねマレーシアのフォレストシティでなんで来たかったかっていうと、冒頭もちょろっとね説明したと思いますが、ここはもともとマレーシアとしてあった場所というよりも埋め立ててね完全に作られた、リゾートアイランドなわけですよ。でマレーシア政府がかなり気合を入れてですね、人口をすごいここにね集中させて、シンガポールにも近いっていうのはすぐ行けますし、シンガポールのお金持ちの人たちにも来てもらう。でさらにその中国人の人たちをねいっぱい呼び込んで、大発展させるという思惑で作った街なんですけども、見事に失敗しまして、はい、うまくいってないと。で空き家ばっかりで、後日ですねその街を行こうと思いますけど、どんな様子かっていうのをそれをちょっとね見に来ました。いわゆるゴーストタウンシリーズの一つなんですけど、これがね皆さん日本人の人意外と知らないことだと思うんですよね。今中国バブルが弾けてまして、不動産価格とか、投資でこういったねリゾートの、タワーマンとかを買うっていうのが多分一時ブームだったんですよね。実際に住むっていうよりも、だからそれ関連の、面白いっていうか、面白いと言ったら失礼ですね、そういう現象が起きてるところで、こう東南アジアではかなり有名なところでございます。でかかったお金がね、中国政府が投入している金額が莫大で15兆円とか言われております。それが見事にこけてしまったっていうところで、結構マレーシアとしてもやべえなみたいな感じになってるところなんですよ。別に治安が悪いとかそういうのはないんですけど、
シンガポールの旅行に来た際には立ち寄れるぐらい気軽に、ね、実際私今日陸路で入国しましたけど簡単なんで、一番近いマレーシアの街がジョホールバルですね。あそこはかなり発展してて、私も詳しく滞在したことはないんですけども、あとこの辺はリゾートなんでいろいろねテーマパークがあったりとかするんですけど、ちょっとそれを後日ね見に行こうと思っております。今日は移動してきてね到着で終わりですかね。はい。おはようございます。翌朝になりました。今日はね一日このフォレストシティがどんな街になってるのかっていうのをちょっと探っていこうと思います。朝から本当に人のね気配すら感じないです。ちょっと怖いですもん。とりあえず外に出て回ってみましょう。フォレストシティファイナンスセンター、森林城市金融中心。完全に中国人に特化してるような感じですね。昨日は雨だったので動けなかったんですけども、今日は、若干曇ってますが昨日よりかは晴れてるんでいろいろ見れそうです。1階にカフェあるじゃん。知らなかった。そもそも自分がいるこの今ビルというかタワマン、こんな感じなんですね。1階カフェあるの知らなかった。かなり意識高そうないい感じのコーヒー屋さんですね。また後で来てみましょう。とにかく敷地はバカ広いんで、ここに住んで何をするんですかね皆さんね。投資目的の人がほとんどだと思いますが、最近うちのチャンネルでは割とねゴーストタウンとかそういうとこばっか取り上げてて好評なんですけど、本当に人がいないからね、本当に怖い時ありますよ。ここでもし俺倒れても誰も助けに来ないんだろうなみたいな。かろうじて掃除してる人が一人いますね。これも全部閉まってるもんね。もともとはファッションモールって書いてあるけどやる予定だったんですかね。普通に全部空きテナントなんで、なんか資材とかが詰め込まれてるだけでなんか倉庫みたいな感じで使われてますね。ただものすごくねお金をかけて整備された感はありますね。これ人がいて賑わってたらかなりいい場所ですよ。一応このタワマンの、人が使えるようなビーチがあるんですよ。きっとプライベートビーチみたいな。部屋から見たらプールとかもありましたし、ちょっと見に行きましょうか。これがフォレストシティの今私がいる場所の人たちの専用プール。昨日はね入ってる人たちいたんですけど今日はいないですね。今日は平日だからかな。結構清掃スタッフはちらほらいますね。グモニー。これがフォレストシティビーチ。確かにかなり立派なもう人工的に作られたビーチって感じがしてます。ただなんかちょっとセンスないような気がしますね。なんだろうね、中国の、観光地とか行くと我々のこの日本人の、感覚からするとですよ、って思うような建物とかなんか作りをしてることがあるじゃないですかそれを感じます。本当に掃除してるスタッフさんしかいないって感じでガランとしてますね。ゴーストタウンってあんまりビーチのイメージないですけどね。これが現実ですね。これが私が2泊しているねビルです。で海こんな感じなんですが、一応ね遊泳禁止、あと釣りも禁止になってますね。海はね決して綺麗ではないですね。何度も言ってますがこの奥シンガポールでこんな感じでこの辺だけ急に発展してるというかなっておりまして、で奥に見えてるのがセカンドリンク、シンガポールとマレーシアを結ぶ国境の橋です。一応お店はねこんな感じでいくつか
入ってるんだけど、どうなのかな。KK っていうのは昨日言ったコンビニかな。マレーシアによくあるやつ。ファストフードチキンのお店っぽいですけど、やってなさそうだな。今日はお休みなのかな。アメックスは使えないですね。建物はめちゃくちゃ立派なんですけどね、ほぼ閉まってるんで不気味な感じですね。このソフトクリームとかのお店もよく中国とか世界中に今展開してるお店もあるんですけど、開いてないです。てか閉まってるというよりも営業してなさそう。一応エスカレーターが動くということはやってんのかな。一応ね、日本のダイキンがありますね。あれ多分代理店だけかもしれないけど、初めて日系企業のマークを見ました。すごい大規模なショッピングモールですよ。これ多分免税店なんだけど、やってないっていうか商品すら置いてないね。もしかしたらこういうレストランは夜になるとちょっとやってるのかもしれないですね。床もピカピカです。ここのスーパーマーケットはやってますね。ちょっと入ってみましょうか。売ってるものはほぼ中国のものばっかり。中国人専用スーパーみたいな感じですかね。生活必需品も売ってますね。日本のお店かな。朝日旅行者こんなのもありました。一応 TWG と書いてあるけど、紅茶の TWG とは違うみたいですね。自分が今回宿泊しているのは民泊みたいな感じで、一般の人のねアパートを借りてるんですけども、一応ホテルもありますね。かなり立派なホテルですね。中国系のホテルっていうのは見てわかります。一応このホテルの周りも多少店がありますね。一応スパがある、マッサージもあるんだ。いくらなんだろう、ちょっとやりたいですね。ちょっと店閉まってるんですけど、メニュー見ると60分で60リンギットだから、ぼやけちゃってる。はい、1800円。これすごくないですか。こんだけあるんですよ、タワマンが。ちょっとホテル見てみようかな。ランドローバー、ベントレーとか高級車ばっか泊まってます。はい、こちらがねマリーナホテルというところで、最初ここに宿泊しようと思ったんですよ。ただね空きがなかったんですよね。そんなに人いるのかなと思ったんですけど、取れなかったんですよね。いや本当はここ泊まりたかった。すごい綺麗。こんな感じ。めっちゃ広いですよ。めちゃくちゃ広い。まだねやってないですけども、北京ダックが食べれるような、書いてありますね。結構高級そうな中華レストラン。床も壁も全部大理石ですね。はい、今こちらのホテルのカフェの値段を見てますけど、エスプレッソが10リンギット、US ドルでも払えるんですね。ドルだと 2.3 とか、アメリカーノ10、ドルだと 2.3。そんな高くないですね。10リンギットだったら330円ぐらい、320円とか安いですね。ちょっと飲みますか。こちらのマリーナホテルのカフェに入った瞬間に欧米人の人たちが見かけられるようになって、カフェでいる人たちほとんど欧米人ですね。みんな作業してます。中国と違ってこちらネットね自由に使えるんで、マレーシアね、作業するにはいいのかもしれないですね。こういうところで安いところで引きこもって。で今アイスラテ頼んだんですけど、アイスにするとプラス5リンギットかかると言われて、ぼったくりじゃねえかって思ったんですけど、15リンギットになってしまいました。で結構ちっちゃい美味しそうですけど、すげえ静かなんでいいっすね。外が結構暑いんでね、こういうとこでゆっくりするのも良さそうですけど、何分人がいない。ここは唯一いる感じ。いただきます。
シンガポールとかクアラルンプール行くと結構日本人見かけたりするんですけど、さすがにフォレストシティいないっすね。韓国人もあんま見ないな。大体韓国人もどこ行ってもいるけど、すごいとこだな。フォレストシティには病院もあるみたいですね。すごいタワマンというか数が半端ないですね。ほとんど住んでないらしいですけど、すごいな。何区画あるんだろう。フォレストシティ4、3、2、4区画以上もっとあるよね。この密集具合が好きな人もいるんじゃないですかね。愛知県の豊田市にある保見団地っていうのをね、昔動画にしたことあるんですよ。すっごい団地がね密集してて、日本一のマンモス団地と言われ、ブラジル人の人たちがすごいたくさん住んでるエリアがあるんですけども、なんかそれに近いね、この密集度が。一個一個のでかさもやっぱり日本よりも大きい。この大きなねタワマンの下とかに結構今これランドリーがあったり、お店はちょいちょいありますね。これはあれかな、マレー系のレストランだと思います。そこそこ人がいますね。割と点在してる感じですね、スーパーが。便利かもしれない、わざわざ1箇所のとこに行かなくても。これも中国系スーパーですね。広すぎて全部見切れないな。さらに奥のブロックもあるんでね、あっちも20棟ぐらいこれと同じぐらいの規模のやつがそびえ立ってます。さすがですね、日本でも流行ってるマーラータンのお店もあります。一通りこのねフォレストシティの、居住エリアですね、来たんですけど、迫力はやばかった。本当にすれ違う人もほとんどいないし、お店とかに行けば多少人がいるっていう感じで、実際何割の人がねこんなでっかいねコンドミニアムというかタワマン住んでるんでしょうかね。いや、なんか異世界すぎて、自分ちょっとこういうの好きなんで、はい、ベタな観光地行くよりこういうとこ行く方が自分好きなんで、ちょっとすいません、勝手に一人で盛り上がってて超キモいですけど。朝ここを通った時はやってなかったんですけど、今開いてました。免税のお酒とか買えるとこですね。この中もすごいですね。これすごいね。全部ねソールドアウトって書いてある。不動産買う人たちがここに来て商談するんじゃないかな。ただこれよりは、ここは売れてるけどこっちはまだ建設中だと思う。学校もインターナショナルスクールありますよみたいなのがあって、あそこはね反対側なんだけど、赤いのがついてるのは売れたところで、多分あっちの方はまだ作ってないところですね。であと後ろにこんだけ作りますみたいな、誰が買うんだって感じですよね。中国資本をねバンバンに入れて1000万人級のね街をね作ろうとしてたみたいなんですけど、実際のところほとんど人が入らず、不動産投資でね買った人ぐらいでゴーストタウン化しちゃったっていう、よくある話なんですけども、それが多分東南アジア最大だと思います。ここがかけてるお金がねおよそ15兆円以上ですから。シンガポールからね車で20分で行き来ができますので、アクセスとしては抜群なんですよ。でシンガポールはめちゃくちゃ高いので、土地も物件も、だからお金持ちの人たちでこっちに来てもらおうとしたみたいなんですが、特に中国人メインで、やってるんだと思いますけども、もう今これも中国語の歌ですからね。マレーシアじゃなくなっちゃってますよね。初めてフォレストシティで日本人ファミリーを見ました。なんかいかにも金持ちそうなご家族さんでしたけど、物件でも探しに来たんですかね。いいな。やっぱり中華系のお店がほとんどかな。猫ちゃん、このお店も朝通った時は閉まってたんですけど、ランチから営業してるみたいですね。でこれ調べたらタイ飯屋ですね。タイ料理。今ちょうど昼ぐらいなんで食べてきますか。このお店入ります。お店に入りました。お店の中めっちゃ綺麗ですね。タイっぽさもあるし、やっぱ店員の人が今タイ人だったんで、
タイ人独特の絡みやすさというか、日本人って分かってね、めちゃくちゃ話しかけてくれるんで、ちょっと気がほぐれますけど、やっぱタイ人はいい人多いね。お店の人が一押ししてたタイミルクティーしょうがないと言ったらあれですけど頼みましたけど、よく見るとチャトラムーですね。よかったよかった。なんかここで飲めるって嬉しいですよね。ということで頼んだトムヤムチャーハンです。これでね20リンギットぐらいだから600円ぐらい、600円ちょっとって感じですかね。うまそうです。結構ねフォレストシティ歩いてみてだいぶ広いなと思いましたね。さっき見たら1万歩ぐらいもう今日の午前中で歩いてました。でも全然人口密度がないというか人がいないんで、なんか不思議な感覚ですね。これぞゴーストタウンというような感じがします。以前にね中国の広州にある、パリみたいな街に行ったんですけど、あれとはまたちょっと雰囲気が違いますね。こっちの方がまだこう日本人に馴染みやすいような、なんかショッピングモールみたいなこういうところもあるし、全然人はいないですけど、で今スタッフのタイ人の人と話してて、なんでこんなゴーストタウンに来たのっていう風に笑いながら言われました。でもあなたもそこで働いてるじゃないって思いましたけどいや面白い街ですね本当。はい、ということで今回はですね、シンガポールからセカンドリンクという橋をね渡って陸路でマレーシアに入国して、もうシンガポールと、この今私がいるフォレストシティはね20分ぐらいで簡単に行き来ができる、人工島なんですけども、リゾートとして開発された。現状はこんな感じです。不動産投資とか、海外での投資を中心にやられている人であればね、このマレーシアの今この経済特区みたいな場所ですよねでのこのフォレストシティを知ってる人はいるとは思うんですけど、ほぼほぼ普通の日本人の方はね、知らないんではないかなと。昨今ですね、日本も多少あるとは思いますが、基本的に東南アジアを中心に、あとアフリカとかもそうですかね、チャイナマネーを軸にですね投資をして、こういうふうに開発するっていう、エリアっていうのがね、世界中に、あるんですよ。でそういったものの実態の、一つとしてこのようなね大規模で15兆円とかかけて作った街ですけども、このゴーストシティみたいになってしまってると。で働いてるお店の人、レストランでさっきタイ料理食べましたけど、なんでこんなゴーストシティに来たんだいみたいなことをね自らこう来てる人に言ってしまうぐらいの、レベルです。とは言ってもね、治安が悪いとか荒れているみたいなそういうことは全くなくて、ただうまくいってないっていうか、人が全然いないなっていう感じ。ただ規模感はすごいので、でシンガポールに比べたら相当マレーシア物価も土地も安いので、そこでさらに集客をねしようっていう感じのリゾート開発だとは思うんですけど、確かにこの立地は素晴らしいと思います。景色もいいし、週末シンガポールに遊びに行くこともできますし、クアラルンプールまではね飛行機でここから1時間とかで、ジョホールバルまで行けば電車でも行けるし、バスも通ってるし、車でも行ける。320キロぐらいじゃなかったでしたかね、クアラルンプールまで。行けない距離ではないですよね。で、お金持ちの方とか投資をすごいやる人にとっては魅力的な、立地であることは間違いないんですけど、いかんせんこんな感じということになっておりました。わざわざねここにこう遊びに来る日本人っていうのは多分ほぼいないと思います。私みたいに変わり者がねこういうの見たいっていうことで、わざわざ来てますけど、ほとんどの人知らないと思いますので、ぜひね YouTube で今回見ていただいて、感想とかあればコメント欄で書いていただければと思います。ということで、うちのチャンネルはちょっと変わってまして、皆さんが行くようなど定番な観光スポットあんまり行かなくてね、こういうなんか謎の場所に行くことが最近多いんですけども、皆さんねそれについてもアドバイスとかいただけたらいいなと思っておりますので、よろしくお願いします。ということで今回こんな感じでこの動画終わりたいと思います。最後まで見ていただいてありがとうございました。